違いちょっと見てね。A パターンはこれです。テイクバック見てほしい。 B パターンはこれです。何がちゃいますか？はい、A パターンはここからこうで、B パターンはこう。そう、この肘の角度ちゃうでしょ。で全体的に腕が間に合ってないのに投げに行ってしまってるので、要は角度がこれくらいが多い。これちょっと早いね。で要は頭の後ろにボールが来るぐらいのところから行きたい。体の構造的、こっちはしなるので、例えばね、この横スローも頭の後ろから行く。この状態からで、力じゃないので動作だけなので、ここからこの感覚で投げてほしい。でちょっと注意してほしいのは、これじゃいない。だいぶ投げづらい。横に向いて、ここからで、どっちかって言ったらもう全然力を入れてないんだけど、引っかかってるのがいい。回ってるね、回ってる。みんなこういう感じからこう投げてる傾向があるんですね。頭の後ろからこういう感じ。ほらちょっとやって、頭の後ろの方に向いてる。これで投げてほしい。逆に手の甲を頭の後ろに向くようにこうひねってみて。こうひねってみて。肩がすごく力むの分かる。ここでこうテイクバックで力んじゃうとリリース抜けちゃうから、できるだけテイクバックは力抜いた状態に持っていきたい。だから投げ方の癖でちょっとここの角度が悪くて、で指先が抜けてまってる、力が入らんような状態になってる。この状態からこういう風に投げる。こうやと抜けちゃうね。ここで力入ってるから指先ではやっぱり力がどうしても抜ける。ここ力抜けてます。で抜けるところでちょっと投げる。これやったらやっぱしんどいね。はい、ほらちょっとこの角度意識して投げてみてください。から投げる。蹴って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 から投げる。はい、いける？それを何回かやった後に投げてほしい。だから前、後ろ、前、後ろ、前、で、後ろ。前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。前回してなかったな。前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。前、後ろ、前。で、ポイントは止まらない。止まらず、この後ろまで。前、後ろ、前、後ろ。止まってないでしょ。で、右足と左足を投げたい方向に。で、これはどのタイミングで出すかが結構大事なポイントやから、例えば出すタイミングは違うさ。左足と左手をどのタイミングで出しますかっていうことを意識してる。ほんで、大きさも意識したらいいかも。今、怖いけど、大きくしたらここです。タイミングが分かれば、別に大きくしようか、小さくしようか、合うねんけど。はい、ほら、ちょっとやってみて。ちっちゃく回してるの分かる？ちっちゃく。で、これ普通の投げ方で、例えばテイクバックとか、腕のこの扱いがうまいなっていう人は、必然的にこの動きができてるから、ちょっとキャッチボールとかでも練習してもらった方がいいかも。例えばさ、ここ取りました。これ別にうまくないよ。使い方としては。
早く作って早く投げてるだけだから、無駄な力結構入ってんねんもんな。なので無駄な力がなくて投げるのが一番いいやんか。ほんならこの大きさだけの話や。今ちょっと大きくしたよ、テイクは。ちっちゃく使ったら、今みたいに大きく使ったら、使い方は変わらへん。だからもう一回ラストこの練習してみて、でこれやることだったらまた違うこと言います。はい。左手をすごく引いてるやろ。何回も繰り返し引く。引くで、よくある肩の痛め方って、例えば腕が遅れてしまいました。上がってきてません。で、左手引いてみて。つまり、肘がまっすぐ向いてな。まっすぐ向きました。この状態から上がってきてないのに左手を引いてみて。で、負担かかって痛めちゃうんですよ。なので、ただこれがね、置いといて、こうするだけやったらこれで引いてないの。で、この状態やったら、遅れてきたとしてもどう？まだ、持ってこれる。だし、多分肩が痛くなったのは、はい。右手が間に合ってないのに、無理やりこっちで引くから、負担かかって、それで無理やり持ってってるしっていうことだと思う。これが、例えばね、こうするだけやったら、どうです？負担ある？これをこうすると負担ある。結局この左手をどう使ってるかで、上がってきてないタイミングでのここの負荷が全然違うんです。今練習でも、こうしてんねんけど、こう。これがむちゃむちゃ危ない。これでいい。こう引いちゃうから。いや、このタイミングで、これ痛い。でも、このタイミングやったら、間に合ってなくても多少いけるの。あそこ、水あるから。持ってきてないんか、お前。帽子入れとけじゃん、帽子。帽子入れとけ。帽子入れて、かぶっとき。突っ込んで。その中、もう一回だよ。ここに体がこう。そう。横から見たら手の位置あんま変わってんの。もう一回やってみて。かぶっときよも。手の位置もここ。はい。でもなんか引いてるように見えへん。でも手ここやねんな。だから前のやつやってみて。手ここや。この違いすごいやろ。左手の使い方で右の肩がすごくしんどなってる。今はもうずれててもこれぐらいなんですよ。今の感じで左手の使い方は。でもさっき練習したのはここまでずれてるんで。引っ張られちゃうんですね。まあ、痛めた前側なんですよね。そうですね。はい。伸びちゃいますだし、今の練習もそれ意識したらまた変わる。痛くなくなってから投げ始めても、今度また痛くしたくないやんか。し、今のフォームの方が痛くならない。やっぱこう、腕が遅れてきて、無理やり投げてきて、でもいいボール多分投げてないと思うし、ちょっと頑張ってきたんだな、体が。でも理にかなった動きしてると、その出力の高さは、そのままボールにもっと伝わる。もっといいボールで。まだ伸びしろありますね。むちゃむちゃあります。むちゃむちゃあります。だから右足使ってなくて、肘、テイクバックが遅れてるのにボール放ってるってことは、はい、右足使えたらもう全然変わるし。
腕も間に合っても全然変わる。そうやね。全然ちょっと変わりますよ。ちょっとやったけども、急速だったもんな。うん。115、6掘れたんで。本100、当に115。はい。余裕で10は上がるんで。あ、ほんまっすか。結構軸足とテイクバック遅れて致命的なんですよ。はいはいはい。リリースに力入らへん代表的な課題なんで。あ両方なんで。ー。はいはいはい。じゃああれは12月ぐらいに英北できたらええな。でもほんまに。今怪我してなくて指導させてもらったら10は上がると思う。あ、ほんまですか。多分今日この日にぐらい、こう、軸足やっぱ使えんと。またじゃあ投げてほしいんですけど、今度違うアドバイスをすると、肩と肘と手っていうのは順番に出てきてほしいよね。では追い抜きたくないよ。投げるときに肩いったね、肘がこう出ちゃうと、要は肘が抜けた状態でボールに強くエネルギーが伝わらへん。だし、肩がいって肘がいって手首っていう順番にいくからね。それを練習するときに、まあこうしてもらいます。で、こう投げてほしい。今何が起きたか分かる？ちょうどさ、壁がここにあるぐらいのイメージで、この状態からつきました。ほな、肩、肘でもう投げてほしい。壁があるような感じで、この状態から、これです。だから肘を前に出さない。ほな、できるだけここの胸郭とかを使う感覚がつきやすい。これはここまでいっちゃうとダメ。出てるでしょ。この状態から見てや見てや見てや、こうなってるの分かる？でみんななりがちなんやけど、なりがちでいいんやで今は。だからこの練習をしてほしいだけ。今はこういう感じ。肘がこう出てこういう感じ。それをこの状態からだから挟むっていうことよりかは、本当にこの胸郭からのこのしなりをより意識して投げてもらう。はい、ほなちょっとこの状態から投げるときに伸ばしてほしい。この状態からこう投げるね。投げるときに伸ばしてほしい。タイミングね。はい、ほなちょっとやってみて。